うーん。先日、ワコム様とのコラボでオンラインセミナーをやらせていただいた際に描いたイラストがこちらであるが、まず、顔。ちょっとデッサンが甘い。そして髪の毛。流れてる方向がシンプルすぎる。そして、最後に書いたコラボの大事な文字。汚い。まあな、この1時間半の中で完璧なイラストを描けというのは難しいかもしれないであるし、リアルタイムで描く現場を見るということが大事だということは重々分かっておる。だからといって我は緊張しすぎだ。もう緊張して話すことと書き上げることに夢中すぎて、もう最後の最後時間切れ気味になりながら絵を描きすぎなのである。これではもう魔王というな実力を疑われてしまうので、これから描き直すのである。では早速な、ワコムのオンラインセミナーで描いた絵をもとにもう一回ラフを描き直していこうと思うのである。まあな、本当に短い時間の中でどれだけテクニックを見せたり、質問にお答えしたりみたいなことがオンラインセミナーのメインの話ではあったとは思うんだけれども、やはりな、だからといって絵のクオリティを妥協して良いというわけではないと思うので、今回な、オンラインセミナーの中で書ききれなかった技術とか表現を入れていこうと思ってな。でもそれだとな、いくらでも時間をかければいい絵になると思うので、オンラインセミナーの、開催時間が1時間半90分だったので、我も同じ90分でもう一回同じ絵を描いてみたらどうなるのかというのをやっていこうと思うのである。細かいな、衣装とかちょっと修正したり、ポーズなんかも細かく整え直したりして、あとやっぱり大事な髪の毛のなびきなんかはな、非常に絵を見せる上で大事な要素だと思っているので、デッサンのクリームできる限り細かくチェックしつつ、ラフをかなり手を入れていって、で、ツインテールも描き直して、これでまずはラフの完成である。ラフの描き直しも終わったので、これから清書作業に入ろうと思うのである。やはりな、普段使っている環境やペン設定で絵を描くとだいぶやっぱりスピードが上がるんだのうというのを、今回この90分という時間制限の中で改めて思ったのではあるけれども、今回ワコム様のオンラインセミナーでは、ワコム様の提供していただいた環境を使って、で、ワコムのビルでオンラインセミナーの会場として使わせていただいたというのもあったので、やはり普段我が質問しておるような場所とは違うというのもあり、やはり多少慣れだったり、撮影の時間とかもあったので、意識しなければいけないことっていうのが多々あったのではあるけれども、やはりその中でもベストを尽くしながら書くっていうのは大事なことだと思うので、今回うまくできなかった部分は、もしそういう次回そういうことがあるようであれば、そこは反省していきたいと思うところなのである。で、絵の方に関して言えば、細かなフリルを今描いておるところであるな。こういうところやっぱり時間をかけてゆっくり描くと絵のクオリティがぐっと上がるなと思うであるし、この指を絡ませている部分なんであるけれども、オンラインセミナーでは時間がないなということで手を合わせている形に変更したということもあって、こういうところを細かく時間をかけてやっぱり描けると絵のクオリティというか、絵の密度がぐっと上がって良いなと思っておるのである。で、こうやってもう書きながら細かく修正を進めていくっていうスタイルはオンラインセミナーでお話しした通りではあるんだけれども、やはり自分の城で絵を描いているとそのあたりの修正だったり、ここ間違ってるなっていうのが瞬時に気づきやすかったりもするので、やはり皆とお話をしながらってなるとそっちにやっぱり気を許してしまう部分があるので、絵に対する集中力が下がるというのは今後意識をして直していかなければいけない点だなと思っておるのである。で、今髪の毛を細かく描いておるところだが、やはりここで綺麗に髪の毛の流れを描けるかどうかっていうのが、我個人的な絵のクオリティが上がるか下がるかのやっぱり大事なところだと思っておるので、非常にここはペン入れの中でも時間をかけておる作業であるな。で、それが終わったら髪の毛のサイドテールの部分を描き足したりして、全体のバランスを調整するという感じである。このようなサイドテール部分は基本的に髪の毛全体を描いた後に付け足すように描くと、バランスが取れるかのうと最近は思っておるのである。では、清書もし終わったので、着色の作業に入っていこうと思うのである。まずは、色を塗る範囲を全体的に塗りつぶして、この段階で一回デッサンチェックをしつつ、で、まずはベースとなるカラーを塗っていく。このベースのカラーを塗ったら、割とデッサンの狂いっていうのがバッと見えやすくなってくるので、で、この段階でちょっと手の形がおかしいかのと思っておるので、手をちょっと全体的に修正をしようとしておるところである。
デジタルだったらな、こういうもうざっくり大胆な修正っていうのはしやすいっていうのは、本当に多分我の絵の描き方の根幹から変わるようになったきっかけだと思うしな。アナログだったらこうはいかぬしな。あとデジタルでもね、やっぱりちゃんとデッサンを取って書くっていうのは大事なことだとは思うんだけれども、やはりな、書きたいものを書いて、それをその都度その都度チェックしながら書き直していくっていうのも、我々の書き方の一つだと思ってる。で、今は、ちょこちょこと色を塗り分けているところだな。一応、色の塗り方とか、色の塗る色もオンラインセミナーで書いたものと同じようにしようという感じでやっておる最中だ。で、結構な、こうやって絵を描き直していくうちに、だんだんちょっと衣装がな、エレガントな感じになったんで、襟の部分を丸くしたり、胸元のボタン留めの部分やボタンなどもちょっとな、装飾を凝って全体的にバランスを入れるように修正をしてみたりしておるのであるぞ。こうやって全体を見ながら、全体にどういう絵の意味があるのか、テーマがあるのかというのを考えながら描くということが多いであるな。そして、陰影の塗り方に入ったのであるけれども、ここが今回一番大きく変えたところ、逆光気味のライティングにしたというのは、やはり絵のインパクトを大きく変える要素かなと思っておる。でも書いたオンラインセミナーと全然光源書いちゃっていいんであるかって話であるんだけれども、これは釈明をするとしたら、昨日アップロードしたクリッピーを使う優勝素材の講座動画で、ほぼ同じような構図の絵描いてしまったんである。しかもな、イラストは両足とも左足ってコメントで指摘されて気がついたんである。もう恥ずかしい。そういうミスしないようにって意識したはずなのにしてるんだよの。それはともかく。こうやって逆光気味にすることでよりインパクトであったりとか、ダイナミックな演出をすることができるので、特にな、この昨今、この逆光ライティング演出めちゃくちゃ流行っとるよな。ほんとこの1、2年、特に見ることが多くなった演出だと思うんだけれども、やはりただ可愛いイラストではなく、立体的だったり、肉感的だったり、そういう演出をするっていう意味でも逆光ライティングっていうのはすごい流行っておって、それを取り入れて描こうとな、割とこういうその講座動画以外の絵だと描いてたりするんだけれども、講座動画ってやっぱりある程度正しく描き方や見せ方をやらなくてはいけないっていう面もあるので、こういうライティングなんかはな、あんまり凝ったことができなかったりするので、今回それをちょっとやれてて楽しかったりするのである。で、今は逆光の他に2影と呼ばれている濃い影の色を追加して、より立体感を出すようにしておるわけであるな。こうやって影をどんどん濃くして彫り込んでいくことで、キャラクターの立体感とか肉感とか感情っていうのを演出しやすくなるというわけであるな。ほんと去年ぐらいまでだったら我2影って全然入れなかったんだけれども、2020年はやっぱりそのあたりも流行もあるし、やっぱりそういうトレンドには乗っかっていくのは大事と思いながら、ちょこちょこ我の絵柄の中に入れていったりしておるので。で、肌の色がちょっと重たかったんで直したり、髪の色なんかも直して、全体の陰影のバランスを見て、で、今は反射光を書き込んでおるな。反射光をやっぱり書き込むことで、やっぱり体の立体感をまたこれも際立たせることができるので、特に本当に今年はよくやっておる技法の一つではあるな。本当にな、絵の中で目につくかつかないかわからないレベルの細かいこういう追加点を入れるっていうのは大事なことであるし、で、髪の毛のハイライトも入れていくんだけれども、結構絵の中で髪の毛のハイライト入れ作業ってものすごい好きなところだのうと最近気づいたんだけれども、髪の毛の艶を描くことでな、髪の束の立体感であったりとか、爽やかさとか演出できたり。で、ちょっとこうやってゲーミングハイライト風に加工して、キラキラとパール風に輝いている演出にできるっていうのも楽しいであるな。で、ここからは逆光になっている部分により強い光を当てて、白飛びをさせておるところである。白飛びというのは影の部分にフォーカスを当てることで、明るい部分が白く飛んでしまう。細かいシルエットとかディティールが消えてしまうという効果をこのデジタル上で再現しているところであるな。こうすることでよりダイナミックな逆光の演出をすることができるのである。これで顔にチークを足したりとかして細かいところの仕上げ作業に入ってきておるであるな。で、目の部分。今回逆光でかなり顔の影が濃くなってるんで目の部分もだいぶしっかりと書き込もうとやっておるところであるな。我はこの目の書き込みをするときに割と絵の最後の段階でやるんだけれども、やっぱ最初の時にある程度書き込んどいた方がいいのかなってちょっと思ってて、絵の工程の中でもデザート的、最後の仕上げでよし楽しんで描くぞみたいな感じで目を書き込んだりとかしておるんで、全体のバランス取りにくくなったりしないかなってちょっと思ってたりはするんだけどな。それはそれとして今全体の細かな色の調整や仕上げに入っているところであるな。で、今、髪の毛の7色のグラデーションをエアブラシで追加して、で、削ったりして調整をしておるというところである。
これ入れるとやっぱプリズム殿っぽくなるような、ライブペイントだと時間がないから1色2色になっちゃうんだけれども。で、べったりとしすぎている顔の陰影の部分の影をちょっとエアブラシなんかで削って調整をして、あまり重たくなりすぎないように調整をしておるところである。そして、色トレスの作業だな。線画なんかに色をつけることで、この黒い線画の重さを取り除くと。で、一番気に入ってなかった文字の部分をきれいに書き直していくので、こういう手書きレタリング好きなんでな、こういう講座も何かのタイミングがあったらやってみたいのって思っておるので。で、今回結構キャラクターを書き込んだんで、背景はシンプルめに加工して、完成である。というわけで、こちらが完成したイラストである。これで同じ90分かかったと思えないのであるけれども、こうやって元の絵と比べてみるとわかる通り、やはり欠点だったりここを直すべきだったと思うところをきっちり認識してから直してみると、やはりより絵のクオリティや表現力が上がったのが分かったであろうか。我もプロのお絵描き魔王として活動はしておるけれども、日々やっぱり気を抜くことなく、どんな時でも自分の描いた絵というのがどんな風なものになっているのか、どう見られているのかを意識しなくてはいけないなと思ったので、来年2021年はより魔王らしく気を引き締めて頑張ろうと思ったのであるぞ。ではでは、なのである。動画のご視聴誠にありがとうなのであった。良ければチャンネル登録、高評価、そして SNS のフォローなどよろしくお願いいたすのであるぞ。